皆さんこんにちは。今日の動画はルームツアーなんですが、20分という驚きの長さになってしまいました。すみません。すごいお時間ある時に見ていただくか、倍速にしていただくか、作業しながら BGM みたいな感じで聞いていただきながら、何か気になるワードが聞こえたら画面見るみたいな感じで、ゆるーく見ていただけたらと思います。まず玄関です。玄関は2畳でめっちゃ狭いです。床はモルタルです。照明はダウンライトの他に線のブラケットライトをつけてます。その下にアーチミラーを置いています。確かこれは Amazon で購入しました。ザラホームのほうき。最近雲龍柳をこっちにお引っ越しさせました。玄関はめっちゃ狭いので視線が抜けるようにガラスドアにしました。これは三和カンパニーのクワドロスリムです。かまちはなしで仕上げてもらいました。ついでに今日のコーデこんな感じです。なんかめっちゃかっこつけててビビりました。ここのドア開けると丸見えだけど LDK です。全体はこんな感じになってます。ちなみにこれからグリーンを増やしたいなと思ってます。キッチンはリクエストいただいてて、後日キッチンツアーの動画でご紹介させていただこうと思うので、今日はサクッとご紹介します。我が家のキッチンは造作で2型キッチンにしました。これは夫のこだわりです。私はシステムキッチンで良くないという感じでした。ダイニングテーブルはカリガリスの上下です。ダイニングテーブルはキッチンの横並びにしました。照明はルイスポールセンのアバーブで直径が40センチのものにしました。壁掛けの時計はユンハンスのマックスビルです。シンプルで主張しすぎないところが気に入ってます。あと子供でも分かりやすい数字を書いてるところが気に入ってます。ユンハンスって聞いて夫にも高評価でした。キッチンからリビングを見るとこんな感じです。リビングのカーテンはバーチカルブラインドにしました。ここを開けるとパントリーです。ケースは今のところニトリと無印です。主張強めな赤いオーブンレンジはここに。あとゴミ箱もここに置いてます。あと掃除道具、ストック、お菓子作りの道具とかもここに全部入れてます。ここの壁には磁石がつく下地を入れてもらったので、普段は幼稚園からのお便りとかクーポン、あと子供のお小遣い表とかを貼って管理してます。この磁石は IKEA のです。パントリーの横がシューズクロークになってます。私が左、夫が右って分けているのに空いてるとこに直す夫。子供たちも靴が大好きなのでもっと増えそうです。このボックスには災害時のグッズが入ってます。その上のリュックが災害時用のリュックで、今のとこグレゴリーのリュックで全然足りないので買い足したいと思ってます。ここのドアの向こう側が玄関になってます。なので買い物から帰ったらここのドアからシューズクロークを通って、とりあえずパントリーの中に荷物を置くっていう感じの動線になってます。その後は時間のある時にポイポイ収納するっていう感じです。
キッチンの横がスタディコーナーです。小学校が始まったらここでお勉強とかしてもらえたらいいかなっていう感じで作りました。その横の収納コーナーに文房具たちがあります。LDK は確か26畳だったと思います。テレビ裏の壁はポーターズペイントでセルフペイントしました。骨材というのが入ってるのでザラザラした質感でムラができるので間接照明がめっちゃいい仕事してくれます。ちょっとここは分かりにくいんですけど、リビングはこんな感じです。多分この角度をお見せするのは初めてかなと思います。インスタのおうちアカウントの方には結構登場してるんですけど、 YouTube ではきっと初じゃないかなと思います。ありがたいことにソファーにたくさんご質問をいただくのですが、ソファーはフランフランで購入しました。ソファーの向こう側がスキップフロアで3段目からが階段になってます。子供たちお気に入りのテーブルをもうここに置くことにしました。ここで塗り絵やお絵描きをしてます。階段に関しては手すりがめちゃくちゃお気に入りです。次はめっちゃ汚い納戸を公開します。幼稚園のものもあるのでちょっとモザイク多めです。できれば皆さん目を閉じてください。処分できない空箱がこちらに山積みになっております。年内にはどうにかしたいなと思ってます。幼稚園の準備ワゴンもここに入れてます。何度のことは記憶から消していただけると嬉しいです。ここを開けると寝室です。寝室は6畳です。もう寝室に関しては寝るだけだから狭くていいかなと思ったのと、あとは他に広くしたいところがあったのでもう寝室を削りました。今はここで家族4人で寝ています。で、寝室の照明は上に間接照明を入れてもらったんですけど、ちょっとここはってところなのでもう DIY しようと思ってます。カーテンはトレジュールというお店で作ってもらいました。床より少し長めのズルズルした感じが良くて、確かプラス5センチの長さで作っていただきました。ふわふわしててお部屋が柔らかい印象になります。災害時用の照明も常に充電した状態で置いてます。靴とか本当は置いておかなきゃですよね。ベッドの上に腰壁を作ってスマホ充電用にコンセントをつけてもらいました。ここが子供がよく風邪ひくので体温計とか薬、ポカリ置いておけるので作っておいてよかったです。ぶつかっても痛くないようにサメさんが守ってくれてます。ここがインターホンとその横にあるのは玄関の鍵を開けたり閉めたりできるスイッチです。これ今鍵閉まってる状態なんですけど、ここを押すと赤く光って鍵が開いてることを常に教え続けてくれます。上は玄関のドアが開くと赤く光ります。玄関の鍵閉め忘れたなーってなった時にここを押せば玄関に行かなくても鍵が閉められるので便利です。あとは子供たちが描いた絵も飾ってます。これはカービィに出てくるキャラらしいです。
で、ここのドアを開けるとウォークインクローゼットです。全部 IKEA のパックスです。ここの下の部分に子供たちの服をかけてます。低い位置にしてるのは自分で好きな服を選んでお着替えしてもらう作戦です。もうお着替えに関して私はお手伝いはしません。上にはこれから着る秋服をスタンバイさせてます。結構サイズアウトしてそうな気がします。で、こっちの手前ゾーンが夫です。夫の私服、作業着、スーツとかはすべてここに置いてます。もうここは私はノータッチです。もうご自分で管理をお願いしますって伝えてます。広さは5畳あります。寝室を狭くしていいからなるべく広くしてほしいとお願いしました。で、こっちの奥が私ゾーンになってます。まだパーツを買い足してないので、ここは発展途上です。ここに私のアクセサリーとかヘアクリップとかを置いてます。ボトムスも全部ハンガーにかけてます。めったに使わないバッグは上に置いてて、で普段使いのバッグはこの辺にゴロゴロっと置いてます。パックスの上には冬用の毛布や掛け布団を IKEA のスクープに収納して入れてあります。で、ここは私の趣味コーナーです。白い丸いテーブルを購入したんですけど、子供たちが気に入って欲しいって取られてしまったので、こっちに勉強道具やパソコンを持ってきました。ここでネイルしたり動画編集したりしてます。今韓国語を勉強中なので、そのテキストはここに入れてます。両サイドに可動棚があるので、ネイル道具やメイクボックスとかもここに置いてあります。で、ここの壁はパントリーと同じで磁石がつくので、私の予定とか少し先の予定はこっちに貼ってあって、子供が描いてくれた絵とか貼ってます。こまごましたのは適当にこの辺に置いてます。ここのドアを開けると脱衣所兼ランドリールームになってます。洗濯機と横にスロープシンクを置いてます。今はちょうど上靴をつけ置きしてます。で、上にハンガーや柔軟剤とか洗剤のストックを置いてます。上には物干しロープをつけてます。確かこれ革順だったと思います。で、今もうここに干すのが楽で、今はほぼ室内干しにしています。当初お家を建てる時はここのドアからすぐ出て洗濯物が干せるように物干しテラスを作ったんですけど、全然使ってません。さっき履いてきたところのドアを閉めるともう一つ収納が出てきます。ここの空間に家族分の下着やパジャマを置いてます。お風呂から出たらすぐにここで着替えることができるように子供たちにも届く高さにしてあります。我が家のお風呂はガラスドアなので、先に子供たちがお風呂から出てもタオルで拭いている様子とか服を着ている様子を中にいても確認できるのでかなり助かってます。子供たちはもうほぼ自分で下着とパジャマを自分で取ってパジャマを着るところまで全部自分でやり遂げます。私は見てるだけです。で、最後に
頑張ったねと言いながらバレないように頭を撫でるふりして髪をしっかりめに拭くくらいです。お風呂はこんな感じです。もうガラスドアなので水垢がとんでもないことになるので、夜のうちに掃除してしまうことがほとんどです。夫がお風呂はTOTOにしました。で、付属品はもうほぼつけてません。で、照明もすっきりして見えるダウンライトにしました。カウンター、棚、ポールなどほぼつけてません。で、アクセントパネルもなしにして真っ白なお風呂にしました。洗面は造作にして独立洗面にしました。とにかく掃除が苦手でホコリが大嫌いなので、洗面ボウルとカウンターが一体型のものにしました。北側なので暗くなりそうなのを懸念して、上に明かり取りのフィックス窓をつけました。で、ここは確か 1.5 畳です。間接照明を入れてファーンって感じにしてくださいって言ったらファーンって感じにしてくれました。ノリのいい営業さんでほんと良かったです。で、ここのドアを開けると1階のお手洗いです。ここの壁と天井はポーターズペイントでセルフペイントしました。テレビ裏の壁よりもお気に入りです。こちらの方がこう塗った時のムラが分かりやすいかなと思います。で、こことかあとテレビ裏とか自分で塗りますって言ったら大工さんにめっちゃ笑われたんですけど、最終的には大工さんも褒めてくれてやってよかったです。トイレは TOTO のネオレストです。で、後ろの壁についている横長のスワッグは DIY してわざと斜めに飾ってます。1階のお手洗いはもうお客様も使うのでシンプルにしたくてこんな感じに仕上がりました。お手洗い側にもフィックス窓をつけてます。洗面上の窓がもう空しか見えないのでお気に入りの窓です。通るたびに空チェックをしてます。で、ここのドアを開けると2階のお手洗いになってます。2階はパナソニックのアラウーノにしました。この2階のトイレの壁と天井も同じポーターズペイントで塗装しました。色が違うんで雰囲気もかなり変わります。で、2階のトイレには手洗いをつけました。あとはニッチを作ってもらってトイレットペーパーとインスタのお友達にいただいたドライを置いてます。で、パナソニックのリモコンはスティックタイプ選べるので、このスティックタイプがおすすめです。はい、以上でルームツアー終了となります。長くてご紹介できなかったところがたくさんあるので、また何かあれば気軽にコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。